スメタル、それはヘビーメタルのジャンルの一種。スラッシュメタルがルーツの音楽であり、死や死体、地獄などが歌詞のテーマとして多く出てくる恐ろしい内容。かつ音楽性は非常に激しく、ドラムにおいてはハードなプレイが求められる。2021年のドラムチャレンジはそんなデスメタルに無謀にも田舎の引きこもりが挑むことになった。エクストリームな内容なだけに独学でただやるのは難しいと判断した。そこでツイッター界で超速で知られるドラムモンスターに1年間のご指導を依頼した。デスメタルドラマー、ドマリョウ。初回の今回はまず1ヶ月間のストーンキラーの様子を見せず、ストーンキラーとは片手ずつ4打8打12打16打と増やしていく練習だ。初日はテンポ200のストーンキラーでもこのように大変だった。両師匠曰くスピーディーな片手では指だけじゃなく手首の動きも使うらしい。そのための練習がこの跳ねない画面での練習だ。指も手首もうまく使えると楽になって耐久力が上がるらしい。1週間後の様子、テンポが10上がって210でストーンキラーができるようになった。両師匠からは自分の最高速で毎日練習してできるようになったらテンポを1上げる。これを繰り返して地道にスピードを上げることを教わった。デスメタルのプレイは積み重ねの賜物なのだ。ちなみにストーンキラーはドラム初期は全くできなかった。超初心者の方はいきなりできなくてもいつか少しずつできてくるのでご安心を。2週間後、指をもっと使えるようにと指のみでのストーンキラー練習が追加された。今までは手首も使っていたのだが、首頼りになってしまっていたためだ。フルでやるとテンポ226まで2週間でできるようになった。両師匠曰くいい感じに成長しているらしい。3週間後の様子、テンポ234になった。跳ね返りの弱い画面でも練習しようということで、ゴムパッドでの練習も導入。いろんな画面で練習するといいらしい。4週間後、指のみでのストーンキラーはテンポ228までできるようになった。毎日歯を食いしばるように最高速に挑む日々で筋トレだと感じた1ヶ月だった。リバウンドなしも同じく228まで叩けた。跳ねない画面でも特に神経を使うようになったのがポイントで、手首の割合が多めって感じらしい。1ヶ月毎日練習した結果、ストーンキラーはテンポ40アップ240まで使ってた。正直言って40も上がるとは思っていなかった。両先生も1ヶ月でいくと思っていなかったとのこと。両先生はとても褒め上手で、各ジャンルは超ヘビーなのに教え方が丁寧なのだ。おかげで日々汗だくになりつつ練習し続けられた。同じくテンポ240を両師匠が叩くとこうなる。僕と比べて圧倒的に楽に叩いているのが伝わると思う。しかし脱力は大事だけど、囚われすぎないようにとも教わった。最高速に余裕があるから楽に叩けていて、両師匠だって最高速で叩けば力が入るとのこと。連打を鍛えるときは脱力を意識しつつも、力を入れてでも最高速に挑んでいく。ただし、体に不調が出たら休んで、無理してはいけないとのことだった。今のところ不調はないので問題ないが、練習する人は気をつけた方が良さげる。というわけでデスメタル企画1ヶ月目の進捗でした。たった1ヶ月でも毎日汗だく練習すれば随分成長するものだと感じました。今月はストーンキラーの様子でしたが、来月はツインペダル練習の様子をお届けします。1年後まで毎日練習してみますので、お付き合いよろしくお願いいたします。